皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の声がちょっとおかしいですね。2019年の5月の30日ですね。曜日は木曜日ということで、時間が日本時間の今日もまた大幅に遅れまして夜の10時、8分ということです。今日は何ヶ月ぶりですかね。おそらく4ヶ月ぶりだと思うんですけど、二元放送をしております。今までの一元放送のツイキャステレビとともにですね、おとといですかね、28日に、解禁になった30日の利用サービス利用禁止と処分が、解禁になりましたんで、Facebook のライブ中継が一応できるようになったということですね。今日のワイワイニュースライブ通算で2787回ですね。正面のツイキャステレビ、そして、こちらのiPhone で、映像を送ってます Facebook ライブ、今のところ順調ですね。この Facebook に関してはおそらく明日か明後日ぐらいに再度あなたの何ヶ月数年前のですね、記事がコミュニティ規約に違反していると、ヘイトスピーチ規約に違反しているという一方的な通告が来て、またしても5回目のですね30日の利用禁止処分になるというのはほぼ確実だと思いますんで、おそらく今日明日ぐらいこのライブ中継人間放送がこの2日間ぐらいでしかできないという感じだと思いますね。ということで、今日の放送木曜日の放送を始めたいということですね。今日の最新のお知らせですけど、昨日の放送のあれあれあ昨日の放送の、作っていただいた表紙ですね、印刷するのちょっと忘れまして、明日ですね、すいません。ということで、昨日の放送、視聴者数がですね、ツイキャスで385名様、YouTube で871名様、合計で1256名というふうになってますね。表紙は明日お知らせします。次にですね、この間お知らせしてました明日、明後日土曜日、6月1日午後3時5時で第20回目の猫勉強会を開催してライブ中継しますということで、テーマは東京電力福島第一原発大事故から8年経った今何が一体起こっているのかというテーマでお送りするということなんですけど、ちょっと急遽ですね、予定されてました編集工房作代表の三角正さんがですね、当日なんかダブルクッキングしてたということで、出れなくなっちゃったんですね。で急遽場所も変えて、ご案内した通り予定通り、ライブ中継しますんで、ぜひご覧くださいということで、訂正コメンテーターとして私とそれから大津恵子さん、この2人になりました。天野さんは現在旅行中ということで今回は出席できないということなんです。ということですね。昨日の放送の
表紙ですということなんですけど、ちょっとプリントアウトするのを忘れてまして、明日お伝えします。それから昨日の視聴者数、全部で1200名の方が視聴されているということですね。YouTube の方が圧倒的に多いですね。倍ぐらいですね。倍以上ですね。それと第20回目の猫勉強会のお知らせですね。訂正コメンテーターで、今回は2人ということになります。それで、訂正のですね、何でしたっけ、20回目の猫勉強会のポスターを作ってくれたんですね。こういうポスターで、最初はみすみさんの写真も入ってたんですけど、急遽ちょっと修正していただいて、このようなポスターができてます。非常に分かりやすいですね。東京電力福島原発大事故から8年、今何が起こっているのかということで、土曜日の明日、明後日ですね、午後3時5時、ライブ中継予定ということです。よろしければ中継をご覧くださいということですね。そして今日の画像ですけど、画像は1枚しかないんですけど、今日の画像はですね、今日の注目記事で、取り上げましたけど、ハンギョレ新聞がインタビュー記事を配信してるんですね。で、この方は西島正史さんという映画監督なんですけど、以前は、日本の毎日放送 RKB 毎日放送、これ福岡にあるんですかね、テレビ局のディレクターだったんですね。その方が例の右翼による上村さんバッシングのドキュメンタリーを作るためにテレビ局を辞めてですね、ドキュメンタリー映画を今制作中ということで、この方のインタビューをハンギョレ新聞が掲載してましたので、今日の注目情報として、取り上げましたということです。やはりすごい人がいるんですね、日本にも。ということで、今日の画像ですね。二元放送ですから、この方ですね、西島正史監督。今年中にこのドキュメンタリー映画が完成するということで、配給は来年になるんじゃないですかね。今日の画像。結局自分で局の中でこのドキュメンタリーを作りたいという提案をしたけど、会社の方で断られたということなんで、そしたらやめて自分で作るという非常に単純明快なですね、決断をして、制作しているという素晴らしい人ですね。ということです。それで今日のこの記事ですね、この記事、ハンギョレ新聞の記事の URL をアップしますので、ぜひ
お読みください。日本のマスコミが取り上げないことをハンギョレ新聞が取り上げるということですよね。これ URL が長いんで。これがそうですね、インタビュー記事。右翼の上村バッシングドキュメンタリーを作るため局を辞めたというハンギョレ新聞の記事です。上村さんというのは元の朝日新聞の記者で、いわゆる従軍慰安婦に関する記事を書いたら猛烈な右翼からのバッシングが来てですね、そして朝日新聞を辞めざるを得なかった。そして、神戸かなんか関西かな大学の教授に就任する予定だったんですけど、それも結局断られたということで、現在は韓国の大学の客員教授としておそらく行ったり来たりしてるんじゃないですか。そして、昨年ですかね、週刊金曜日の編集発行人に就任した、社長に就任したという上村さん、に対する右翼のバッシングですね。これをドキュメンタリーとして現在制作中ということです。で、次ですね。次は今日の推薦図書。かなり、大詰めに来ましたね。今日は第88回目の朗読ですね。第3章、公共事業という名の収奪システム。第3節、ダム建設という巨大な無駄と。これ、語呂踏んでるんですよね。ダム建設という巨大なダム、無駄。ということで、今日の読むところは、田中康夫知事の脱ダム宣言という、ここですね。これで第3章が終わって、いよいよ一番重要なのはですね、第4章、構造改革のための25のプログラムと、ここに来るんですね。明日ですね、第1節、プログラム1、既得権益と戦う国民政権を作る。いいですね。これ20があるんですよ、プログラムが。ということで、今日のところを読みますね。田中康夫知事の脱ダム宣言ということで、そうした中でしがらみのない無党派知事となった長野県の田中康夫さんがダム建設と戦っていると。田中氏は従来から無責任な公共事業を批判し続けてきたと。平成2年に私が神戸空港建設の現地視察をしたとき、田中さんは建設反対運動の先頭に立って熱心に案内してくれたと。それ以来私たちはいわば同志だと。長野県もまたダム大県の一つであると。県のダムが25、完成2、建設中22、計画中1、中止1、国のダムが7、完成5、建設中に電力会社のダムが24、完成と合計56ものダムがあるのだと。数百億円を投じて建設されるコンクリートのダムは看過し得ぬ負荷を地球環境に与えてしまうと。国から手厚い金銭的補助が保障されているからとの安易な理由でダムを建設すべきではないと。余震波、河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、100年、200年先の我々の子孫に残す資産として河川故障の価値を重視したいと。田中知事は平成13年2月20日、脱ダム宣言を発表し、建設中、計画中の8事業を見直すとともに、1事業、大仏ダムを中止すると述べたと。
私はこのうち建設中の下諏訪ダムと浅川ダムの2つを平成13年4月公共事業をチェックする議員の会で中村敦夫参議院議員らと共に視察した。その結果、ここには指数の関係で詳細は省くが、2つのダムとも極めて疑問の多い事業であることがよく理解できたと。ダム本体の建設を請け負うことができるのは大手の限られたゼネコンであると。そして国の補助は建設費の8割以上にも上ると。大規模な河川改修もほぼ同じであると。これに対して工事費3000万円以下の河川の維持修繕や良好っていうんですかね、など市町村落の事業となり、これには全く国から金がないと。こうした仕組みになっているのも根底には政治と利権の関係があるのであると。ダムには国から金が来る。しかし仮に1兆円のダムを作れば2000億円近くは地元の負担だと。排出する残土処理に関する要する費用までは国は出さないと。完成後の維持管理費もそうだと。大社の残資化にも金がかかると。目先の餌に食いついた結果、国民県民の懐を痛めることになると。田中知事の脱ダム宣言は、ダム建設の裏にある本質的な問題を金の側面と自然価値の側面、さらに文化の側面から発想し考え直すことを促していると。1993年に発足したアメリカのクリントン政権は、連邦政府でダム建設を担当する内務省開拓局総裁に環境保護団体で活躍しているダニエル・ビアード氏を起用したと。ビアード氏は就任後直ちにダム建設の時代は終わったと宣言。それまでの建設促進の流れにピリオドを打ったと。平成8年9月、長良川河川敷ですね。河川敷近くで開かれた国際ダムサミット出席のため来日したビアード氏の話では、米国でもダム建設推進派は正直ではなかった。決定は政治的であり、経費は見積もりよりも増えたと。一部の地主、農家、政治家が少数の者が得すればいいという発想で推進したと。しかしこの構図は破綻したと。環境破壊が明らかになり、市民側からの情報の公開、政策決定の参加を求める声が高まったからだと。不正が暴露され、国民の支持は消えたと。平成8年秋の時点で平成6年と比較すると、アメリカのダムの開発関係予算は 18%、人員は 25% 削減されたと。ダムの破壊、生態系の復元にも取り組んでいるという。アメリカではグラインズキャニオンダムやエルワールダムを取り壊すことになっている。ドイツも河川の再自然化に取り組んでいるし、フランスでは環境庁が川を管理している。日本の国土交通省は何を鉱物とみなし、川を鉱物とみなし工作の対象にしていると。国土交通省河川局長の竹村幸太郎氏は、河川局開発課長だった平成8年7月13日付、朝日新聞名古屋本社版市場で、水資源利用のためにダムはまだ必要だと主張している。いまだに日本の川の現実を見ようとせず、世界各国の動向に学ぼうとしないのが多くの日本の政治家と官僚なのであるというところですね。第3章はここで終わりということで、めでたく第4章に突入します。第4章が、石井幸喜さんの提案した構造改革のための25のプログラムということで、明日からですね、この25のプログラムを読み進めるということです。ということですね。皆さんからのコメント、ミルキーさん、コンティニューコインですね。それから K さん、コンティニューコイン、カットメンさん、お茶、アフターマッチさん、お茶、砂ずきんさん、本当は産経新聞の
アビル記者が慰安婦問題のしつけ役と、上村氏はほとんど迷惑と、とんだ迷惑ということですね。まだこのアビルノっていうのはいるんですかね、産経新聞に。ヘチさん、日本はなんだか反日勢力に支配されているような気がしますねと。いわゆる反日呼ばわりされる人こそ本当の愛国者じゃないかと思っちゃいますと。そういうことでもう意図的に安倍自民党と、それから電通が膨大な金を使ってですね、ネトウヨを反日勢力、いわゆる県韓勢力、県中国勢力を金を使って、ネットを中心にして誹謗中傷しているという、まさにファシズム運動が本格的に稼働しているということで、その主犯というのは安倍ですよ。そしてその実動部隊が電通ということでしょうね。電通というのは何回も言ってますけど、戦前は満州国通信、満州帝国通信社という今の CIA みたいな謀略組織を当時の戦前の陸軍中央が作ったんですね。でその初代の社長が誰でしたっけ、岸信介の盟友と言われて、後満州国の麻薬王と言われている人間なんですね。後で名前が出てくると思いますけど、でそれが戦後ですね、彼は岸信介と共に永久戦犯として、GHQ に逮捕され、巣鴨の刑務所に収監されたんですけど、岸信介と同じように CIA のスパイになると。それから満州で、略奪した金銀財宝、麻薬等々を差し出すことによって命を救われたということで、戦後、この満州帝国通信社が3つに分解したんですね。で1つが共同通信、2つ目が時事通信で、3つ目が電通なんですね。でこの人物は初代の電通の社長になっているということで、ですね誰でした、石井はじめじゃなくて、そのうち出てくると思います。何でしたっけ、そうだ、皆さんのあれですね、のこのこさん、お茶爆10ですね、砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そして砂ずきんさんもリツイートですね。クロスロードさん、お茶、山崎さん、微力ながら応援してます。ありがとうございます。ヘチさん、こんばんは。今日はFacebook でもですかということで、そうですね。久しぶりの Facebook ライブですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。クロスロードさん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコイン、12345 6ですね、6個のコンティニューコインをいただきました。配信ありがとうございます。初耳さん、今日のメインテーマですね、をリツイートしてみました。彩色ヒーローさん、こんばんは、よろしくお願いしますと。から予選ブルーアイ平和さん、コンティニューコイン、こんばんは、配信ありがとうございます。からヨーヨーさん、コンティニューコインですね。からミルキーさん、これは放送の前のコメントですね。戦後以来、日本の主権が米国に侵されていることや北朝鮮の拉致問題についてフランスでは全く知られていませんと。おそらく世界でもということで、そうですよね。だから情報発信してないですね。日本のマスコミ、学者、野党議員。砂ずきんさん、私は Facebook やってませんと、Twitter していれば十分ですということですね。大丈夫ですと。
から砂月院さん、日本の上空に日本の主権がないと。横田区域は事実上の訓練区域と。日米合同委員会で作られた空の壁と。ジャーナリスト吉田、そうですね、インタビューですね。これが出てんだ、インタビューで。からアサンジ被告、刑務所の医務課に移されるということで、これ毒もらえたんじゃないですかね。今日のトピックスの中で取り上げますけどね。スプートニクの記事ですね。から高志三平さん、これからの日本に起こることは信じられないほどひどいことになると予想されました。どうすればいいのかよく考えましょうということですね。まさにそうですね。Facebook 止めていいでしょうかと。見れなくなりませんかと。YouTube で見れますから OK ですよねと。そうですよ。とりあえず YouTube で見られますからね。あとツイキャスでも見られますね。それから砂月さん、166億円の収支、本沢次郎の日本の風景3329ですね。から砂月さん、俳句物 1階焼却設備室から水約24リットル漏洩、汚染はセシウム134が280ベクレルパーリットル、銅137が3800ベクレル、全部で4200ベクレルリットル。建物外に、漏出しはないと。東京電力定例記者会見か。廃棄物焼却設備、建屋1階焼却設備から水約24リットルが漏洩したということですね。放射能に汚染された水560トンを海に放出すると。今日あたりやったんじゃないですかね。ひどいもんですね。やりたい放題ですね。ということです。そうだ。里見はじめです。まさにその通りです。こいつが悪いやつなんですよね、里見はじめ。ほとんどこの彼に関する情報っていうのはほとんどないんですけど、一冊だけですね、本がありますよね。ヘチさん、Facebook は別カメラですが、今 Facebook で見つけて友達申請しましたよということですね。はい。Facebook の方の画面の方がなんか明るいんですよね。おそらく精度が高いんじゃないですか、この iPhone の内蔵カメラの精度が。コンピューターの内蔵カメラの精度よりも iPhone の方が高いですよね。ということです。そして、今日のメインテーマになりますね。今日のメインテーマ、近未来予測の続きですね。ナンバー2です。5つの指標から透けて見える日本の近未来は、1、国民経済の凋落、2、低経済成長、3、国民の窮乏化、4、急激な人口減少ということですね。で、一番最初の国民経済の凋落、GDP 総額の比較で見るということで、2015年 GDP 日本は世界第3位なんですね。4年前ですね。米国が1位、2位が中国と。で、今年もかろうじて第3位になっていると。米国、中国に次いで第3位と。で、この資料ですね。この資料をおとといかな、おとといの未来予測のナンバーワンで、取り上げましたけど、この資料ですよね。エクセルで私が作成したエクセルなんですけど、これでですね、2030年
なるとどうなるかっていうと、インドに抜かれるんですね。インドの半分ぐらいでしかないということで、インドが急激にこの間成長してくるということで、2030年の予測では日本は GDP で世界第4位だということですね。それで2050年になったらどういうふうになるかということなんですけど、日本は8位になるということです。で1位が中国、2位が米国、3位がインド、4位がブラジルなんですね。5位がインドネシア、6位が7位だ8位だ、失礼しました。8位なんですよ日本は。6位がメキシコ、7位がロシア。だからロシアにもGDP 抜かれるんですね。8位なんですよ2050年。Facebook は別カメラですかと。そうです、別です。 iPhone です。いうことなんですね。でこれをちょっとアップしますかね。今日のメインテーマ、近未来、日本の近未来ってどうなるのかというテーマのナンバー2ですね。4つの特徴があると。経済規模が凋落すると。から経済成長がほとんど 0.5% ぐらいしかないと。から国民、当然ながら国民生活は急暴化すると。そして急激な人口減少が起こるということなんですね。それで、最初の国民経済の凋落、で2015年は第3位と GDP で、今年もかろうじて第3位を保つと。しかし2030年、今から11年後ですね、 GDP はインドに抜かれて第4位になると。でこれ、7位じゃなくて、これは間違いですね。ちょっとこれは今訂正しますね。一旦削除して、これ8です。それで、メキシコ、で、7がロシアなんです。ロシア、これですね。これです。2050年、今から31年後ですかね。ですから今年生まれた赤ん坊が30歳になる頃、日本はの GDP は世界第8位に、凋落するということなんですね。ロシアに抜かれるんですね。ということですね。で2つ目の特徴、それで2つ目の特徴、低成長経済ということで、経済成長率の比較で見るということなんですね。で2015年の日本の経済成長率は 1.22%。これはアベノミクスが2013年から始まりましたんで、現在までの6年間で総額、政府が350兆円、日銀が350兆円、合計700兆円の
税金をですね、税金プラス信用創造、これをぶち込んでるんですけど、1.22% しか成長しないと。これは一体何なんだということですね。で、2018年はもっとひどくて 0.81%。これ実績ですよ。2018年、去年。で、今年の予測が 0.98%。1% いかないと。これほどの大規模な財政出動と金融緩和をして700兆円という膨大な信用創造をしてもですね、0.98% しか経済成長しないのは一体何なんだと。どこに行ったんだと、その金は。だからこれはほとんどが金融経済に行ってるからですよ。実体経済に行かないと。だから実体経済の GDP は成長しないということなんですね。で、この金融経済の方に行ったお金が回り回って、ロシア国際金融マフィアの総資産5400兆円の中に、加えられるという仕組みでしょうね。から2024年、これは0.52% なんですね。日本の予測。ミルキさん、世界でも最も過酷な、最も勤勉な国民で、技術もあるのに日本経済が凋落するのは外国の株主に利益を奪い取られているということでしょうかと。まあそれもそうなんですけど、まあ、大企業の株主が軒並みですね、外国資本が牛耳っているということで、利益の半分近くがですね、外国の方に行っちゃってると。日産の利益が毎年400億円とか500億円がルノーの方に行ってたんですね。ゴーンがそのように仕組んだんですね。ですからルノーの経営が安泰してるっていうのは日産の利益が莫大な毎年400億円とか500億円の利益がルノーの方に株主利益として配当としていってるということがあるんですね。でもそれはまあ一部で、基本的な考えというのは今言いましたように、政府とそれから日銀の信用創造、税金とそれから一万円札をすりにするわけですよね。でこの6年間で700兆円もの信用創造の税金と紙幣がですね、実体経済の方に行かないで金融経済の方に行ってるという結果が経済成長しないということなんですね。で、1985年6年から始まった平成のバブル、あの時も日銀が仕掛けたバブルなんですけど、あの時はまだですね、実体経済の方に金が行ったんですね、行ってたんですね。ですからその当時の経済成長っていうのは結構あったんですけど、今は実体経済に対してはほとんどいかないということなんですね。でほとんど全てが価値を生まない、金融経済の方に行っちゃってるということで、実体経済の成長率が0.98% という 1% もいかないということなんですね。砂月さん、人口減少、外国人、実質上の移民、労働者参入で日本の中にブラジル人、ベトナム人、ミャンマー人による疎開ができて、民族対立が輸入された。ベトナムに外国人、ヘイトに外国人が対抗してそれぞれ自警団ができてマフィアになるでしょうという。だから今やってる安倍自公政権がやってる何の原則もなく低賃金労働者を大量に入れると。そして彼らが定住した後
それじゃあ日本語の学習どうするのと、あるいは日本の生活習慣にどのように適合してもらうのかという政策が一切なくてですね、むやみに、毎年大量の移民労働者を入れるってことの結果っていうのはもう目に見えてるんですね。ですからこの砂月さんが言うような社会になっちゃうんですよね。何でしたっけ、経済成長か。第二の特徴、低経済成長ということで、IMF が2019年から24年まで日本の経済成長がどのぐらいかっていうことを試算してるんですね。これを今アップしますね。指標の2ですね。出典が世界経済のネタ帳というなかなか優れた統計資料がまとめられているサイトですね。でここで15年から24年までの実績と予測の経済成長、今アップします。15年が 1.22、16年が 0.61、17年が 1.93、18年が 0.81、これは実績ベースなんですね。で今年の予測が 0.98 と。で、来年 0.45、21年 0.54、0.51、0.53、0.52ということで、さらに 1% にもならないと、その半分でしかないという低成長になるということが確実でしょうね。ヘチさん、そうと、奴隷のような労働力がとにかく欲しいんだよと。日本人がしっかり給料をもらわなくなったら国内では商品が売れなくなるはずなのに、日本政府は何をやってるんでしょうねということですね。アホかということでしょうね。もうこれは意図的にやってるんですよね。要するに日本人の給料を下げるためにも低賃金が可能な移民労働者を大量に入れると。そして、庶民同士対立させるというのは偶然ではなくて意図的にやってるんですね。彼らの支配と搾取のやり方は常にそういうことなんですね。から3つ目、国民の窮乏化と。これの指標としては1人当たりの GDP の額を比較してみようということなんですね。で2015年は20カ国の中で第7位なんですけど、全世界レベルで見れば27位なんですね。この20カ国のこのリストっていうの中には、例えばルクセンブルグとかスイスとかアイスランドとか1人当たりの GDP が高い北欧の国とかオランダとか等々入ってないんですね。ですからそれを入れると世界で第27位なんですよ。日本人は我々は経済大国だと、世界第3位の米国中国に、次ぐ経済大国だというふうに思ってますけど、1人当たりの GDP の額っていうのは世界第27位なんですね。このことはマスコミも学者も野党も誰も言わないからほとんど気がつかない。でも現実の我々の生活はますます貧困化してると、窮乏化してるっていう実感はあるんですけど、でも27位、香港の人よりも、あるいはイスラエルとかシンガポールとかマレーシアとかよりも低いんですよね。で2018年、これは世界で第26位です。で2019
2018年の最新の1人当たりの GDP1 位がルクセンブルク、2位がスイス、3位がマコ、これはギャンブルですからね、4位がノルウェー、5位がアイルランド、6位がアイスランド、7位がカタール、8位がシンガポール、9位がアメリカ、10位がデンマーク、11位がオーストラリア、12位がスウェーデン、13位がオランダ、14位がオーストラリア、15位がフィンランド、16位がサンバニノ。これはイタリアの中にある世界で一番小さい共和国の一つじゃないですか。3万人ぐらいしかいないんですけど、非常に面白い国なんですね。大統領が2人いて、1年交代で、国会議員の中から選ぶと。そして裁判官は全てイタリア人の外国人だと。自国のサンマリノの人間が裁判官になると必ず人口が少ないですから、親戚とか友人が裁判官になるから影響されるということで、全てが外国人、イタリア人が裁判官という非常に面白い国なんですね。一度行ってみたいと思うんですけどね。17位が香港、18位がドイツ、19位がベルギー、20位がカナダ、21位がフランス、22位がイギリス、23位がイスラエル、24位がニュージーランド、25位がアラブ首長国連邦、26位が日本なんです。で27位がイタリア、28位がバハマ、29位がブルネイで、30位が韓国と。これが2018年最新の1人当たりの GDP ランキングなんですね。ということで、それがどうなるかというと、2030年、これは20カ国中6位なんですね。世界でおそらく26位か7位。2050年、20カ国中7位と、世界で、おそらく27位ということで、世界レベルでは全然、向上してないということなんですね。1人当たりの GDP の額ということですね。だから人口が急激に、減少するから、1人当たりの GDP が相対的に高くなるということで、人口がそれほど減らなければ、もっと順位は30位とか35位になっちゃうんでしょうね。というのが国民の窮乏化ですね。国籍の違いなくこの日本に住む人の全てが窮乏化する政策をとっているのが平成の脱税王の竹中平蔵が主導する自公政権ということですね。だから竹中平蔵なんていうのは、若い人は貧乏になる権利があるんだというとんでもないことを言ってるんですね。こんなのがよく東洋大学の教授で、学生を教えてるなと。で竹中平蔵の授業に反対するっていう人が立ち上がって抗議運動してましたけど、その後どうなったんですかね。相変わらず竹中平蔵っていうのは東洋大学の教授をやって、そしていろんな安倍政権の、諮問機関の民間委員として、とんでもない政策をどんどん実現してるんですね。ということで窮乏化ですね。金融庁の自分で年金ですね。これもあれでしょう、竹中平蔵ですよね。窮乏化。ひょっとしたらあれじゃないですか、経済大国第3位の日本は国民1人当たりの GDP でも世界第3位だろうという思い込んでる人多いんじゃないですか。何の根拠もなく。実は26位とか27位でしかないと。
いうことですよね。そうですね。ミルキーさん、日本人の賃金が低いのに日本の政治家の給料は世界一と。日本国民の平均賃金を政治家の給料全額にするという提案に大賛成です。そうですね。だから公務員も世界一高いんですよ。日本人の平均年収の1.7倍が公務員の平均給与ですからね。だからそれも日本人の平均給与と同じにすると。そして政治家、国会議員は表向きは2200、300万ということを言ってるんですけど、実際は自由に使える給料と同じような経費が2つあるんですね。一つは毎月100万円、年1000万円、1200万円のいわゆる通信、宿泊なんとか費という領収書がいらない無税のお金が1200万と。それを足せば2500万プラス1200、3700万ですよね。それプラス、立法事務費という日本の国会議員は立法しないのになぜか立法事務費がですね、これは会派とか党に支給されてるんですけど、当然ながら個人にも回ってくるということで、それが毎月60万、計720万と。それ足しただけでいくら2500万の1200万、3700万の700人は4420万ですよ。だから世界一ダントツの高給取りが日本の国会議員と。だから野党もですね、居心地がいいわけですよね。下手に政権打倒して、自分の報酬が下がるのが嫌だということで、日本共産党の国会議員含めて、健全な野党でいるのが一番彼にとっては居心地がいいということなんじゃないですか。K さん、国民生活を破壊する悪魔竹中平蔵の犯罪をと山本太郎が国会で追及と。いいですね。ということです。だから私もあれですよね、メインテーマとしてなぜ竹中平蔵がこのように権力犯罪をいくつも犯しながら平然といまだ活躍できるのかというテーマでやってブログ化して、でそれで YouTube にアップしてくれたんで、それが1万4000ぐらいのヒットになってますね。砂月さん、国民の給料を政治家並みに払ってお次が来ると。安倍氏の外国ばらまき、ポンコツおもちゃ爆買い、売れない米国債購入さえなければ1人当たり4000万でもお次が来るということでしょうね。完全に土地狂ってるんですね。それで指標の3ですね。これは IMF が作った世界30カ国の1人当たりの GDP 最新ランキングということで2018年、これは30カ国ですけど世界ランキングに等しいんですね。これをアップしますね。まず出典ですね。それでドル建てで10位までいくかな。デンマークまで10位、1位ルクセンブルグ、これは金融国ですからね。スイスにと並ぶ。あれ同じやつがちょっと
なんだ、1位から5位ぐらいまでですかね。あれ、21位、すごいな。なんでだろう。あ、この数字があるか。細かい数字があるから、それが字数を食ってんですね。3位マカオ。3カ国ごとじゃないと入りきれないかな。アイスランド、カタール、これ石油収入の王族支配の国ですよね。10位デンマーク、11位オーストラリア。ああ、ダメだ。13位オランダ、サンマリノ、香港17位ですよ。ああ、マイナス1。うわ。そして、ドイツ18位、ベルギー、カナダ20位と。で、フランスが21位、イスラエル23位、24位、ニュージーランド。で、25位がアラブ首長国連合。で、26位が日本、27位がイタリア、28位がバハマ。あ、マイナス3。それで、29、ブルネイ。これはボーキサイドとか天然ガスですね。で、30位が韓国と。この韓国がすごいんですよ。高度成長するんですね。そして指標の4、これはいいんですね。で、急激な人口減少という 4つ目の特徴ですね。2015年は1億2630万人から11年後の2030年は1億1870万人と。だから19年で、いくら800万人減っちゃうんですね。で、2050年は1億人すれすれなんですね。1億280万円と、80万人ということで、ですから2015年から比べると35年間で、2500万人が少なくなるということなんですね。G7 軒並みダウンと、 G20 も上位20位ぐらいでやればいいという。そうです。だから完全にあれですよ、 G20 の世界はもう消えるんですね。権力犯罪者竹中平蔵という、これは私のあれですか。これは違うのか。ブログ、これは別の元気丸さんのブログですね。 K さん。
ということですね。それで、一つ言い忘れたのが、この一人当たりの GDP のランキングの2050年ですね。2050年、韓国は、第3位になってるんですよ、これ。2050年。日本は第7位なんですね。竹中平蔵の犯罪をまとめているサイトとして山崎さんのブログ、YouTube など紹介されていて、内容が濃いですよということなんですか。はい。これちょっとあれですね、明日あたり再掲しますかね、このブログ記事を。韓国がですね、2050年の1人当たりの GDP が、1位がなぜかサウジアラビアなんですね。で、2位がアメリカ、じゃないや、2位がインド、2位がアメリカだ、アメリカ。で、3位が韓国なんですね。すごいですね。これちょっと、ここに書いて、2050、あれ、2050年、一人当たりGDP、サウジアラビア1位、サウジ、サイジじゃないや、サウジアラビア2位、米国、3位、韓国。で、4位がドイツだ。4位がドイツ。ドイツ。5位がオーストラリア。こういうふうになってるんですね。2015年、2050年。砂月金さん、韓国の工業技術と北の資源が結びつけば日本にとり経済的脅威というか、向こうが相手にしてくれないレベルということですね。ヒロさん、お茶ですね。ということで今日のメインテーマはそういうことですね。
これ続きますんで、現在、いや、もう1時間過ぎてますね。65分、19秒、20秒、閲覧される方が58名様、計129名様、で、コメントが69件ということですね。次に、トピックスですね。野党が参議院選候補の一本化合意と、トランプ密約暴露が追い風ということで、32の参議院の32ある改選数1の1人区にうち30選挙区で一本化がなったと。で、残りの2つの選挙区でも早急に一本化するということで、ようやくですね、一本化、野党統一候補が統一候補への一本化の話がようやくまとまりつつあるということですね。遅いんだよっていうね。これは日韓現代の記事です。で、2つ、トランプは得意満面、安倍首相5兆円献上の大盤振る舞いという日韓現代。こんなことが公然と許される異常な国、日本と。このことを一切批判しないマスコミはもう権力犯罪、安倍晋三の権力犯罪の共犯者じゃなくて主犯者なんですね。もうね、戦前と全く同じですよ。3、安倍首相がトランプに1兆2000億円で大量購入約束、 F35 戦闘機に欠陥かと、日本でも米国でも墜落と、米監査院が問題視ということで、これリテラですね。リテラでちょっと長いんですけど、青森で墜落した F35、まだ、搭乗者とそれから機体が発見されてないですよね。もう2週間ぐらいになるのに。海底深く沈んじゃったんでしょうね。いや、マイナス1。3番目、マレーシア首相、ファーウェイ製品の使用継続を宣言という、さすがですね。マハティール首相。なんか東京で国際会議アジアの未来で講演したらしいですね。で、ファーウェイはマレーシアとしては優れた技術なんで継続しますよという、至極まともなこと言ってるんですね。だからもうアメリカは中国の先端技術に追いつかないんだから、別の分野で頑張りなさいよと言ってるんですね。AFP の記事っていうのもこういうのが出るからいいですよね。からさっきのはですね、ウィークリックスのアサンジュ氏が急速に体調を崩して健康状態が懸念あるため刑務所の医務課に移されたということなんですね。一服もらえたんじゃないかと思いますけどね。スプートニク、ロシアの通信社ですね。マイナス52。
そして今日の重要情報ですね。金融庁が年金給付はこれから下がると。2000万円貯めておけと報告書と。年金は安心の嘘を自ら暴露する安倍政権と。これ背後には竹中平蔵でしょうね、これね。指摘されたように。とんでもないですね。要するに、金融経済の方に投資しろと。投資できない人は老後暮らす資格もないよと。2000万円用意しろというとんでもないことを言い出してるんですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。現在は日本時間のもう11時ですね。11時19分ですね。夜の23時19分と1時間71分34秒経過して、視聴者数がツイキャスの方が60名様、全体で134名様、コメントが76件ということですね。ということで、今日4ヶ月ぶりに2元放送しましたんで、いつまでできるかわからないんですけど、明日禁止処分がなければまた2元放送するということで、Facebook の方でも視聴してくださいということで、今日の放送をこれで終わります。お疲れ様でした。終了します。終了。